なんや、また来たんか。こいつに頼めばいいんだって。一番こいつが分かっとるやん。え？今日はえらく騒がしいみたいやけど、少し会わん間に友達がぎょうさんできたみたいやな。どっかで聞いたことがある声に背中から話しかけられて振り向くと、そこには以前、この場所で出会った女性、ルイさんの姿があった。五色さんですよね。ルイさんでええよ。五色って呼びづらいやろ。そう言ってもらえると助かります。実は心の中ではすでにルイさんと呼んでいたために、正直それはありがたい申し出だった。確かに無理にかしこまって名字を噛むよりは、本人が許可しているのだから名前で呼ぶべきだろう。それにしても自分やるやないか。え？以前ここの規模を把握して一人じゃ探し物は無理やと判断したんやろ。せやけどどうしても目的を達成したい。そこで人海戦術ってわけやな。そのためにここまで人数を揃えられるなんて、うちの見立てよりもずっと外交的やったんやな。全然違うんだけどね。ああ、いや、そういうわけじゃないです。ミーナっていう幼馴染の子が交友関係が広くて、その子のおかげでこうして仲良くなれたんで。ならなおのこと持っとるな自分。そうですね。この村に戻ってきてからというもの、人との縁の運だけは、いいみたいで。昔村にいた頃の交友関係と比べると、目の前にいるルイさんと知り合ったのも含め、かなり奇妙な縁での知り合いが増えている気がする。せやな、うちと出会えたことも幸運かもしれんからな。うちの見込みだと自分の探してる案件、ちーとこっちの探してるもんと似通ってる気がするわ。それならルイさんが知っている範囲で構わないので教えてほしいんですけど。近年何か気になる事件とかあったら教えてほしいんですよ。誰か女性が行方不明になったとか。気になる事件な。それは警察が介入する一般的な門限定か？え？読んでいた本をパタリと閉じると、ルイさんはこちらへ向き直り、改めて僕の方を向いて話しかけてくる。例えば警察が取り合わないような摩訶不思議な門も含まれるんかってことや。それってどんな？せやな、言ってしまえばオカルトやミステリーのような部類のもんやな。この村には昔から伝わっとる有名な伝承があるやろ。ああ、もしかして竹取物語のことですか？せや、うちはゆえあってあの伝承についていろいろ調べとるんや。そん中に面白い文献があってな、世間に広まっとるかぐや姫が月へ帰ったいうんは実は真実を隠すためのカバーストーリーなんやないかって説や。ああ。つまりかぐや姫は月へ帰ってないってことですか？これなあ。まあいろいろあるんだけどな。まあいいか。せやな、何らかの理由があって隠れて村に残り幸せに暮らしとったんやないかっちゅう話や。かぐや姫は美貌もさることながら不老不死の薬を持っていたり不思議な力も秘めていたなんて説なんかもあるんや。おそらくそれらの人ならざる力を求めてくる輩から彼女を守るため嘘の事実を物語として広めたのではという主張やな。なるほどな。確かにちょっと説得力がありますね、それ。
もし、かぐや姫が本当に月から来た存在なのだとすれば、超科学なり超能力を持っていても不思議ではない。そんな人間が平和に暮らしていくには、その正体を隠さなければならないのは自然の摂理だろう。しかし、彼女ほどの美貌があり、噂が広まっていたのであれば、今更いなかったことにはできないはず。その結果、仕方なく月へ帰ったという話にしたいのだという説なのだろう。それを裏付けるように、この村には未だにかぐや姫を称えるようなお祭りや記念碑があるやろ。あれも彼女を諦めきれんかった貴族たちからの密かな貢ぎ物の類がきっかけだったとかなんとか。他にも彼女の物語のいくつかは奇妙に食い違ったり、時間軸がおかしいものもあんねや。それも不死の彼女が月へ帰らなかったと仮定すると、確かに筋は通るんよ。確かに面白い話ですね。いや、それはそれとしてだ。確かに少し面白い説ではあるけど、ルイさんがなぜ今そんな話をしているのか、皆目見当がつかない。そいでな、ここからが本題なんやけど、なんでもこの村の人間はかぐや姫の血を継いどる関係で、彼女のような不思議な能力を持っとるらしいんや。そのせいでこの村には表沙汰にならない怪事件がいくつもあるっちゅう噂なんよ。そんなまさか。反射的に否定的な言葉が出たものの、そもそも僕自身存在するかどうかわからない事件を調べている時点で、その可能性を除外するのはどうかと思う。そいで実際はどうなん？自分この村の人間なんやろ？なんか超能力を使えるんか？いやいや、まさか。ほんまか？嘘なんかつかないですよ。能力なんて存在せんのか。たまたま聖司君が特殊な能力すぎて自覚しとらんのか。やはりその説が間違ってるんじゃないですかね。まあええわ。能力の有無は別として、この村には不可解な事件や噂なんかもぎょうさんあるっちゅう話や。なるほど。聖司君の求めている真実も案外そんな不思議な噂の中に隠れとるかもしれへんで。そうですね。もしそんなことがあれば、新聞の事件だけを追っても一向に見つからない可能性がある。とはいえ、そこを絶たれた僕の頼れる情報源なんて目の前のルイさんぐらいなものなのだが。ルイさん、やべ、間違えた。失礼。ルイさん、やっぱりそういう不思議な出来事とかを調べるためにここに来ているんですか？せやな。うちが求めてるのはまさに実在するかもわからんかぐや姫そのものなのかもしれんな。よければ何かのきっかけになるかもしれないので、もう少しかぐや姫についてお話を聞きたいです。そうか。なら特別にうちが調べたかぐや姫についての考察を少しだけ語ったるわ。僕がそう切り出すと、ルイさんは嬉しそうに笑顔を覗かせて意気揚々と語り始める。この村には実在したかもわからんかぐや姫への信仰が現代になってもなお存在するやろ。そうですね。おかしいと思わへんか？なんかこの村を救った英雄や偉人ならともかく、ただの美人さんやで。しかも竹取物語なんて著者すら判明しとらんのに、あれだけ有名な話になると思うか？確かにそう言われると少し変ですね。つまりかぐや姫は実在する人物で、しかも昔からずっと
今も生きているからこそその信仰が失われてないんやないかと疑えると思わんか？なるほど。先ほどのかぐや姫が月へ帰っていない説の延長線上の話ですね。また話が脱線しているように思えるが、おそらくいきなり事件の内容を話しても僕が理解できないということを分かってくれているゆえの前置きなのだろう。そういうことよ。そういうなんかその相手の状態を察してトークをするっていうのが政治はできとらんからさ。だからかぐやに対してなんかコントみたいなことやったろ。僕はひとまず口を挟まず黙ってその続きを聞くことにして耳を澄ます。おそらく彼女はその美貌と不思議な能力によって民の信仰を集め続けている。まあ実際は不死や超能力じゃなくイカサマや世襲制なんかだったとしてもや、どんな形にせよかぐや姫がおるっていうんが最近うちが至った結論、いや希望やな。いつもの理知的な彼女の雰囲気は影を潜め、まるでそう願っているかのような少しだけ悲しそうな表情。それは僕が初めて見る表情で、そこに一体どんな思いが秘められているのか、今はまだ知る由もなかった。けどな、残念ながらその不死の形もおそらく完全なものではなかったんや。超能力か超科学かインチキか、どんな形にせよ不死だった彼女は、うちの見立てではもうおらん。何らかの理由で彼女の不死性は消えたみたいなんや。消えた？せや、この文献のここ見てみ。そう言うと、ルイさんは全ての本の位置を把握しているかのように、さっと目的の書物を本棚から抜き取り、僕の前に広げてみせる。これは実はかぐや姫の不思議な力のおかげでこの村が救われたと語られた逸話の創作本でな。この本が一番最近出たかぐや姫の関連書物や。そしてこれが出版されたのが十数年前。この年まではかぐや姫にまつわる様々な書物を出版し、いろいろな行事があったらしいんやんか。けどここを機にぱったりとそれが途絶えとる。今かぐや姫の関連書物なんてほとんどないやろ。残っとるのはせいぜい年に一度ある大きなお祭りくらいで、かぐや姫信仰は徐々に風化していっとるっちゅうわけや。お祭り。それはあと数日後に控えた毎年恒例の竹取かぐや祭りのことだろう。とまあかぐや姫に関しては今では当時ほど大きな関心を集めとらんわけやが、かぐや姫に焦点を当てて初めて気づく違和感やけどな。関連書物の発行が終わった年やけど、とある時期とピタリと重なるんや。とある時期？せや、通称讃岐峡大災害。讃岐峡エピデミック事件と時期が完全に合致するんや。ああ。讃岐峡大災害？入村検査を導入するきっかけだった事件っていう。僕は詳しくは知らないけど、僕が生まれるよりも以前、危うくパンデミックになりかねない集団細菌感染事件で村の多くの人が死んだという話は聞いたことがある。その事件が起きたからなのか、彼女がいなくなったことであの事件が起きたのか、それは定かやないが、そこが彼女の死んだ日なんや。正確に言えばかぐや姫の信仰が消えた日ということやな。なるほど。つまりその事件をきっかけにかぐや姫に関連する様々なものが子供村から消えたということだろう。実際はかぐや姫を信仰していた多くの村人が死んでしまい、生き残った人たちは若い世代だけだったのかもしれない。彼女もまた伝染病で死んだんか、彼女の超能力を信じていた民が偽物と悟ったんか、はたまたその能力を封印されたんか。
この村に根強く残りはしているものの、以前あったかぐや姫への信仰が消え去っとるのはまさにこの年からなんや。とまあそんなところやな。はい。ありがとうございました。役に立つ情報だったかは別として斬新で面白かったです。わけあって調べとったせいで、今や村人よりかぐや姫について詳しいんとちゃうかな、うちは。あははと自称気味に、自虐気味に少し誇らしげにルイさんが笑い飛ばす。そや、かぐや姫にまつわるオカルトめいた事件といえば、もう一つあったな。これは警察も介入しとるらしい案件や。え？それは、かぐや姫の信仰がなくなってから数年後に起きた事件。ちゅうことになるんやけど、まるでその加護を失ったかのようにな。この村に起こり始めたんや。怒り始めた？せや、神隠しってあるやろ。はい。まあ平たく言ってしまえばただの神隠しなんやけど、あまりに普通じゃない不審な点がいくつかあってな。不審な点ですか？せや、まず一つはその数。一日に何十件も報告されたんや。一日に何十件？同時多発的に何十人もが姿を消したんや。しかもそれが数日おきに続いた。それってどうなんだろうね。村人が例えば100人しかおらんかったら、1日10人消えたら、ね、数日おきに10人消えたら、1週間ぐらいでもう村壊滅するやん。けど、あまりの異様さに背筋に冷たい予感が走る。ちょっとした神隠しなんて生優しいものじゃない。それはどう考えても偶然や神様の仕業なんかじゃない。誰かが、それも個人ではありえない規模なわけだから、集団での拉致、誘拐事件なんじゃないか？けど、そんなのすぐに村の人口が激減して村ごと消えちゃう規模じゃないですか。普通やったらな。せやけど不思議なんはそっからや。消えた村人はな、数日後には見つかったんや。一人残らずな。つまり誰かが消え失せては村に帰ってきて、また誰かが消える。そんな不気味な神隠しが村全域で起こったいうことや。何ですかそれ。あまりにも異常すぎますよ。得体の知れない不気味さいう意味では、うちが知っとる事件の中でも随一やな。何やっけ、三鬼教やったっけ。さぬき教か。集団失踪事件。でもそんな不気味なことが起きたなら、なんで僕は知らなかったんだろう。おそらくその時期は僕がまだ小さい頃、この村にいた時期のはずなのだ。だというのに僕にその記憶は全くない。せやな。その理由はいくつか考えられるな。まず、大人たちは子供を不安にさせるような解決せん事件のことを話したがらんかったいうパターン。もう一つは、すでに起きたことを思い出させんように黙っとったパターンや。すでに起きたこと？いや、待ってくださいよ。僕は神隠しにあったことなんか一度もないですよ。あんな、さっきの集団神隠し事件、まだ続きがあんねん。その言葉にドキリとする。それは聞く前から次に続く嫌な事実を無意識に思い描いてしまっていたからだった。神隠しにあったもんは、その時の記憶がないいう話なんや。神隠しの記憶がない。戻ってきた被害者はそれぞれ消えた時間も場所も違うけれど、共通点があったんや。その失踪した前後の記憶がないちゅうな。なるほど。ルイさんの言いたいことが分かってきた。
つまり集団失踪事件の被害者はその自覚がないということだ。その被害者が子供ならそんな恐ろしい事実を思い出すべきではない。そう結論付けるのも頷ける。だから僕にその記憶がないからといって被害者じゃないとは限らないということか。あれ、でもそれってかぐや姫とどういう関係があるんですか？ああ、それがな、一人だけおったんや。ぼんやりと記憶が残っとったやつがな。もちろんただ面白がって警察に妄想話の嘘をついた可能性もある。ちゅうかそう結論付けられとるわけやけどな、実際に記憶があったと主張したもんがおったのは事実なんや。それでその記憶っていうのは？手術台。え？自分は真っ白な部屋で手術台のようなところへ縛り付けられとった言うんや。考えただけでもゾッとする。それではまるで宇宙人にさらわれて変なチップを頭に埋め込まれるアブダクションじゃないか。まあこの時点で映画の見過ぎや思われて警察からいたずらと思われたらしいんやけど、もしそれが本当ならかなり怖いですね。僕は思わず自分の頭にも知らずのうちにそんなものが埋め込まれているのではなんて妄想に駆られてしまう。そんでな、意識が朦朧とする中でそこにおった相手の会話が聞こえたいう話なんや。相手って宇宙人のですか？いや、聞き取れたってことは相手は宇宙人やないんやないの？さすがにな。ああ、そっか。いや、だとしても怖すぎますけど。もしも宇宙人などのミステリーな存在でないとすれば、人間の集団が意図的に村の人間をさらって人体実験のようなことをしていたということになる。リアリストならば、その方が宇宙人より100倍怖い話だ。確かに相手は人間の可能性が高いけどな、その内容はあまりにファンタジーやったんや。ファンタジー？全てはかぐや姫の復活のため。どや、興味深いやろ？はい。確かにこれを最初に聞いたら鼻で笑いたくなったかもしれないですけど、さっきのかぐや姫信仰の話と照らし合わせると、どや、途端に信憑性が増してくる気がするやろ？ですね。もしかしたらそんな思想を持った連中が何か大掛かりなことをしていたのかもしれません。知らなかった。僕が住んでいた村の暗部。なんかすごい、それが事実かのように決めつけてこの二人はおるけど、なんかすごいミスディレクションな気するな。もちろんそんなものはないかもしれない。けれどもし本当にそんなことがあったなら、そう考えると僕は薄ら寒い何とも言えない気持ちになってくる。この村は大好きだ。それはみんなと再会して揺るがぬ気持ちになった。ここに戻ってきてよかったと心底思う。けど、それとは別に、そんな話を聞いてしまうと、やはり負の感情もにじみ出てしまう。けど、警察としては事件性はないっていう結論なんですよね。せやね。なんせ犯人を目撃したわけでもなければ人死にが起きたわけでもない。最初は捜査本部もあったみたいやけど、その後特に何も起きず事件は迷宮入りっちゅうわけや。迷宮入り。ということは警察にとってその事件は過去のもの、もう終わった事件ということか。いや、どうにもすっきりしない。結局は原因不明で解明できないだけで、裏ではそうした事件がまだ続いている可能性があるんじゃないだろうか。そんな疑念に駆られて僕は思わずルイさんに尋ねた。それでその集団神隠しってのはまさかまだ続いていたりするんですか？それは安心してええで。不思議なことにな、その集団神隠しはその年以来嘘のようにのうなったらしいからな。なくなった。せや、言ったやろ。迷宮入りしたっちゅうことは事件が起こらなくなった
いうことや。せやから今になって聖司君が巻き込まれることはないっちゅうわけやな。僕はふとこの村に来た日のことを思い出す。あの日出会った不思議な少女、うららかかぐや。そしてあの時僕は確かに奇妙な部屋の中で意識を失った。数日後ではないけれど、その後僕はずっと寝ていたらしいし。もしかしたら僕だけが数年越しに今彼女の手によって神隠しにあったのかもしれない。まさかね。だとしてもこうして五体満足で問題なさそうだ。あの出来事は未だに思い出すと気味が悪く不思議な体験だったけれど、なぜか僕はかぐやは危険な子なんかじゃないと確信していた。純粋無垢なあの子が何かの悪意をぶつけてくるとはどうしても思えなかったのだ。我ながら甘いけど、その感だけは合っているという自信がある。それにこうして覚えているのだ。記憶を失ったわけじゃないし、やはり昔起きたという集団失踪事件とは違うのだろう。あの時の僕はそれでこそ白昼夢でも見ていたのかもしれない。それ以上無理やりに結びつけても仕方ないと結論付け、僕はルイさんとの会話に意識を戻した。そういえば初めて会った時から気になっていたんですけど。なんやいきなり告白かいな。何を言うとんや。そうじゃなくて、その手帳みたいなのいつも手に持ってますよね。それもかぐや姫とかに関係しているのかなと。僕はこの前からずっと気になっていた案件を思い切って尋ねてみる。ああ、これか。これはただの手帳やなくて、うちが一番影響を受け取る文庫本の写しや。文庫本ですか？実はうちのかぐや姫生存説はこの本の著者明直樹にかなり影響を受けとんねん。ああ。さっき言っとったかぐや姫の関連書物の著者でな、つい数年前まで個性的な書物を出しとったんや。先ほど関連書物はかなり前から消え去ったと言っていたが、どうやらその人の書物だけは例外のようだ。というより正式な関連書物ではなく自費出版なのかもしれない。お堅い関連書物と違って明直樹のこれは娯楽書籍ちゅう表現がふさわしいかもな。そのおかげなのか知らへんけど、このシリーズだけはあの事件の後も細々と出版されとるんや。いろんなおもろい逸話を書いとって、まあどっちかというと創作ファンタジー小説みたいなもんなんやが、新刊がもう出ないとは惜しい人を亡くしたわ。亡くした。この明直樹さんって方はお亡くなりになったんですか？そこなんや。パチンと指を鳴らすと、ルイさんは待ってましたと言わんばかりの勢いで語り出す。初めはただの面白諸説と思ってたんやけどな。その著者の不審死で、途端にこの本に書かれた内容に妙な信憑性を感じるようになったんよ。すごいな、カササギ殺人事件とか、三島由紀夫みたいなこと言うとるな。結局のところ三島由紀夫もああいう最後を遂げたからこそ後世にもう語られるような人になっとるからな。不審死。せや、うちが気になっとるのはその著者がただの事故や病気ではなく開始したってところや。なんてことないはずのその言葉になぜか僕の心臓はドキリと跳ねる。まるでその事件こそが真相への足がかりであるような、そんな第六感があった。それはおそらく僕のルイさんに抱いている優秀そうな印象。それこそ僕のようなエセ探偵などではなく、本物の名探偵のような。彼女の風貌がそれを思わせるからか、そんな期待感がルイさんにはあったからだろう。そんなルイさんがわざわざ僕に伝えようとしてくれるうさんくさい不思議な事件。胸が騒ぐのも無理はない。明直樹の創作した書籍とともに新聞の類も全て処分されたらしく、
表で知っとるもんはほぼいない事件なんよ。それほどの事件のことをなぜルイさんが知っているのか気になりはしたが、僕はそれよりも興味を惹かれた方の単語について質問するために口を開く。開始ってどんな死に方をしたんですか？そうやな。あれは開始っちゅうよりもはや処刑やな。獅子でもバラバラになったかい？処刑？いきなり物騒な単語が飛び出し、僕は思わず一歩だけ後ずさってしまう。処刑ってその人が何をしたって言うんですか？さあな。けど本名はわからんが、明直樹はよほどの恨みを買っとったんやろな。言葉にするのもためらわれる死に様なのか、ルイさんはなかなかその開始の詳細を語ろうとしない。それでその開始って、はじめそれが人間だとわからなかったらしいで。え？誰も住んどらん空き家の中で血まみれの椅子に縛られた不気味な肉片、そんな印象やったらしい。予想以上やな。瞬間、そのあまりに異質な光景を思い描いてしまう。肉片って。不気味な肉片、それが血塗られた椅子に縛られて置いてあるなど、ホラー映画ですら見た記憶がない。今ほど自分の貧相な想像力に救われたと思ったことはない。それほどまでに異様な光景だろう。明直樹の死体は、まず首がなかった。まるでギロチンで弾頭したかのように巨大な刃物が床に突き刺さっとって、にもかかわらず現場には頭部が存在しとらんかった。体もズタズタに切り裂かれて、男女の区別すら困難だったと書かれとったな。それはあまりに無謀すぎますね。次に獅子もない。そうきたか、だるまか。獅子って手も足も全部ってことですか？せや、ありていに言えばバラバラ殺人ちゅうやつやな。それは確かに異常ですね。稀にニュースで目にする死体の証拠を隠滅するために分断するといったケースを思い出す。だがもしもそうなら、凶器の刃物がそのままであるのもおかしいし、体を処分せずに椅子に縛り付けているのも意味がわからない。確かにまるで何者かへの当てつけ、見せしめの処刑のような印象があった。いや、ほんまに異常なんはここからや。え？ここまででも十分に異常だというのに、ルイさんはむしろここからが本番だという。僕はその脅しのような言葉にごくりと生唾を飲み込み、ルイさんから語られるその続きの言葉を待つ。まず現場にあった意味深なメッセージ、5つの難題を乗り越え6つの死を迎えし時、月帰りの姫は再びその輝きを取り戻す。月帰りの姫。どことなくかぐや姫を連想させるそのメッセージは、何やら意味深でありながら不気味さを感じる。妹がなんかね、そのアキラ何がしって身内だよな、なんかこの感じで言うと。最初はダイイングメッセージかと思われたそいつは、内容と長さから犯人の残した文章だろうと結論が出とる。かなり長い文章ですしね、僕もそう思います。死に際に悠長に書くのはさすがにありえないだろう。つまりそれは犯人がわざわざ書き記した誰かへ向けたメッセージなのだ。その怪文書に姫の復活を示唆する一文があるやろ。うちが死んだと判断したのはその関係や。なるほど。もし月帰りの姫とやらがかぐや姫を指すものだとしたら、確かにその復活をイメージできる一節だ。となると、明直樹の死は、死因はやはり自身の創作と何らかの関係があるのだろう。なぜ、ルイさんがここまでその本を大事にしているのか、ようやく僕にも徐々に分かってきた。
しかも事件はそれだけやあらへん。まだ続きがあるんですか？せや、死体発見から警察の介入までの間になぜか死体が消え去ったんや。死体が？通報を受けていざ来てみたら死体が見つからずに、たちの悪いいたずらかと思い警察も一度引き上げたんやが、翌日その小屋へ向かう最中の山奥で血で描かれたかのような不気味な魔法陣らしき文様とともに再び明直樹の死体が発見されたんや。それも頭部と四肢がある状態でな。ちょっと待ってください。それは明らかに変ですよ。そんな手品じゃあるまいし。もちろん手品でも何でもあらへんよ。ただ単純に無理やり接合されていたんや。切断した場所を糸で縫い付けられて人の形にな。それはあまりにも怪奇的。全国的なニュースになってもおかしくないほど異質な殺人事件と言えるだろう。だがしかし、それだけの異質な殺人事件がニュースで流れでもすれば、さすがに目につくだろうが、少なくとも僕が知る限りでは記憶にない。もしかすると全国で流れるほどのニュースにはなっていないのだろうか。隠蔽なのか、警察による何らかの政治的配慮なのか、不気味さの中にどす黒い陰謀の影が渦巻いてくる。しかも鑑識の話じゃ、その死体についた腕や足、明直樹のものじゃなかったらしいで。手も足もしまいには体まで、それぞれ全てが別の人間のものだったいう話や。別人の体や手足を無理やりくっつけた。一つの怪事件だと思っていたそれは、こうなるとまた話が違ってくる。他人の手足を接合されているということはつまり、その噂がほんまなら、この事件の裏で何人か他にも殺されたもんがおるいうことや。そしてその遺体も明直樹の遺体も見つかっておらんちゅうことになる。そう、それは明直樹の殺人だけではなく、大量殺人事件ということになる。僕はあまりに現実感のない奇妙すぎるその事件の内容に軽くめまいを起こす。そんな殺し方、あまりにも異様すぎますよ。もちろん誰かを殺すなんて時点で正常な精神ではいられないはずだ。けれど世間に流れるニュースの範疇では、衝動的な犯行や何らかの恨みを持ったものであっても、ただ殺人を犯すだけのものがほとんどだろう。理解はしたくないが、まだ理解できるであろうそれらの事件とはまるで違う明らかな異質。そんな衝撃的な事件に何の裏もないなどと確かに考えられないだろう。何か言い知れない不気味なものがこの村にはある。何か得体の知れぬ恐ろしいものがこの村にはいる。そうした想像をして背筋からうっすら寒くなるのも無理はないというものだ。僕は知ってはいけない村の暗部に片足を突っ込んだ気がして思わず黙り込んでしまう。生まれ育ち大好きだった村に起きた凄惨たる事件。それでその犯人は？残念ながらまだ捕まっとらんらしい。とはいえ無差別殺人が起きとるわけでもないからな。今は過剰に心配せんでもええと思うで。もちろんその犯人は見つかって裁かれるべき存在ではあるだろう。しかしその、なんだろう。わからん。僕に迫っている可能性は低いのだと知れたのは、正直少しだけ安堵してしまう。そうですよね。過去に一度だけ起きた事件ってことですよね。不安と同時にそれを聞いて僕は少しだけ安堵する。いや、数年前の話やろ。僕は知らないだけで頻繁にそのような怪死事件が起きているのであれば、とてもじゃないが冷静ではいられない。
ルイさんの口ぶりからして、少なくとも彼女が手に入れる情報の範疇では、それ以上の殺人は起きていないということだろう。遺体があった場所を調べて、その人物が明直樹と名乗って本を出版していたことしかわからんかったいう話やが、そこもきな臭いねんな。今時鑑識が調べて性別すら特定できひんなんてことあると思うか？いえ、確かにおかしいですね。何やら大きな圧力の存在を疑いたくなります。そこで圧力とかの話いくってなんか違うよね。うん。なんかそういうのって違うやん。そうなってくるとまた話変わってくるやん、事情が。なんだろう。なんか政治権力との戦いになるやん。あくまでもなんて言うんだろうな。村とかの話だからさ。まるでこの事件を表に出したくないというような、現に、この村に住んでいた僕ですら知らないような事件でしたから。せやろ。ただの物書き一人が死んだにしては、少々機密性が高すぎるんや。それは怪しいですね。明直樹が死んだのは数年前なんやが。ほら。この年には僕はまだこっちに住んでましたね。ルイさんが見せてくれた本の初版の年はギリギリだが僕が住んでいた年に出版されていた。ということは僕がこの村を出るより前にその人物は死んだということになる。明直樹の死に見え隠れする存在も曖昧な謎の人たちの死。そして巨大な陰謀のようなものを感じる事件の気配。それは僕の母が死んだ時期とも一致していた。僕はこの事件の際立つ異様さに母との関連性を感じざるを得なかった。そこつなげちゃう？やはり母は何か大きな事件に巻き込まれたのではないだろうか。そんな気がしてならなかった。うちが持っとるその本も偶然見つけた気象本でな。明直樹の死後、なぜか関連書物は回収されて、今では全て絶版や。もう出回ってないんよ。せやから案外この人の著書には何か事件の真相に近づけるような、真犯人にとって都合の悪いもんが書かれとるんやないかと疑っててな。今ではすっかり明直樹のファンってわけや。なるほど、そうだったんですか。不思議な人でな。この人の説には信じたくなる力があんねん。その諸説を聞いたらとても信じられんような創作話ばかりなんやけどな。この本を読んどると自然とそれが真実なんやないかと感じる魅力があんねや。それでファンなんですね。せや、うちが探し求めとるもんがもともと荒唐無稽な夢物語だったいうもあるんやろな。もしも差し支えないのなら、ルイさんが探しているものが何なのか聞いてもいいですか？そうやな。他人に話したらバカにされることやが、聖司君なら笑わんでくれるやろし、教えてもええかもな。ありがとうございます。僕もなんですが、ルイさんの探しているものは、僕が探しているものとどっかで繋がっている気がして。家族なんか？はい。そっか、恋人やなくて家族か。ご冥福をお祈りさせてもらうわ。相変わらず僕が何を語ったでもなく、僕の探し物が家族の死の真相であることを察してくれるルイさん。ありがとうございます。母さんも喜んでると思います。お母さんか。なるほど。それは熱心にもなるな。はい。でも先ほどの事件、母さんの不審死に関係がありそうですごく助かりました。正直何を探していいかもわからなかったのが、怪しい事件を調べると方針を定められただけでもかなり大きな進歩と言えるだろう。ルイさんも誰か家族がこの村で？いや、うちは特に被害があったというわけやない。かぐや姫の伝承？せや、うちの目的は。あ
かぐや？俺たちの会話に割り込むように突然背後から叫びながら突撃してきたのは助手を命じていたかぐやだった。おお、かぐややんか。こないなところで会うなんて珍しいこともあるもんやな。ここは繋がっとるんだ。ルイこそなんでここにいるの？まあちょっとな、うちはいつもここにおるんよ。へえ、そうなんだ。突然の仲睦まじそうな光景に僕はポカンと口を開けて立ち尽くしてしまう。もしかして二人って知り合いなの？ああ、せやで。で、その口ぶりやと、聖司君もかぐやのこと知っとるんか？そりゃあお前こんな狭い村だったら知り合いの知り合いは知り合いだろう。お兄ちゃんはね、かぐやのお兄ちゃんなんだよ。兄弟やったんか。いや、そういうわけじゃないんですけどね。なんだか懐かれちゃって。ふむ、珍しいこともあるもんやな。私ね、今はお兄ちゃんの助手なんだよ。助手？いや、ただの探偵ごっこですよ。ああ、なるほどな。手伝ってもろうとるからか。ルイはルイああ、うん、知ってるよ。なの。あれ？かぐやもまた僕たちが知り合いであることを意外そうにきょとんとした様子で見る。あれ、でもかぐやは友達いないって言ってたよね。ルイはルイだよ。マブダチなの。ねえ。せやな、マブダチや。なるほどね。どうやらかぐやにとってルイさんはマブダチであって友達以上のカテゴリーに分類されているのだろう。ルイはね、いろいろと面白いこと知ってるし、なんでもわかるんだよ。そないな大げさなもんちゃうで。まあ他人よりも多少は雑学を知っとるやろうけどな。そんなことないよ。私がする質問にいつも全部答えてくれるのルイだけだもん。それはかぐやが世間知らずなだけやろ。とにかくルイはすごいんだよ。うん、わかるよ。ルイさんって名探偵っぽいよね。自分ら印象で物言いすぎやって。単純すぎるで、ほんま。そうそう、お兄ちゃん、こっちこっち。私が集めた新聞いっぱいあるよ。ああ、ありがとうかぐや。二人でチェックしようか。それじゃあすいません、ルイさん。もう少しお話も聞きたかったですけど、それはまた今度にします。僕はかぐやにせかされ、ルイさんに別れの挨拶をする。いや、この話はもうせん方がええかもな。え？警察に話してもうたけど、深入りせん方がええことも世の中にはたくさんあるっちゅう話や。聖司君の本当に大切なものは何や？本当に大切なもの。過去にこだわらず、今の日常を大切に過ごしたらええ。こうしておせっかいを焼いてくれる、そんな友人たちが聖司君にはおるんやろ。なら、こないなきな臭い事件を追わんと、みんなで過ごす青春とやらを大切にするのもええんちゃうかな。それは。この先は何があるのかもわからんパンドラの箱や、聖司君の住むべき世界はあっちやないか。
ルイさんは自分の手前に線を引くようにして、かぐややミーナたちがいる線の向こう側へと視線を向ける。それがまるで日常の境界線であるかのように。僕は、なるほどな、こう来たか。ちょっとセーブしてやろう。どこに記録しよう。それ。これで変わるんかな、やっぱり。なんて言うんだろう。ルートが。だって完全にさ、ミーナたちのルートと、もうルイのルート確定やねんか、これ。どっちがいいのかな。真相を探ろう。僕はそれでも知りたいんです。その先に何があるのかを。僕はわずかに逡巡した末、その覚悟を示すかのように一歩、ルイさんへと歩み寄る。そっか。そこまでして知りたいもんがあるんなら、もう止めんわ。せやな。また機会があったら話をしようやないか。はい。けど僕は欲張りなんで、あちら側に戻ろうとは思ってます。ルイさんの忠告のように今を大切にするために、だからこそ過去と決別したいんです。それは凌介が示してくれた僕の感情の着地点。僕は母さんの事件を調べることで何らかの答えを出し、初めて先へと進めるのだ。それが、聖司君にとっての一番なんやね。うちも同じようなもんや。お互い難儀な性格やな。ですね。けどくれぐれも気をつけるとええ。君が思うより君が求める真実は深い闇の中に潜んどるかもしれへんからな。はい、気をつけます。ほなまたな、聖司君。それじゃあまた、ルイさん。僕はルイさんの気遣いにお礼を言いながら、かぐやの元へと歩み寄る。そうそう。さっきの死体に添えられとったって文章あったやろ。あれな、この明直樹の本にある文面なんや。去り際、一つだけ先ほどの話の続きを、とルイさんが口を開き情報を教えてくれる。先ほどの文章っていうと、5つの難題を乗り越え、6つの死を迎えしとき、月帰りの姫は再びその輝きを取り戻す。つまり何ですか？犯人はその人の本と何らかの接点があったと？意味もなくリスクを負って知らん本の文節を書いて立ち去りはしないやろな。やっぱりこの手口を見ると見せしめ処刑だと思えるわ。見せしめですか。それはつまりその文章の意味がわかる者たちに対しての警告、明らかな漆黒の意志。その真実を知る者の末路はこれであるとそう伝えるためのメッセージなのだ。忠告感謝します。いやいや、巻き込んでしもうたお詫びや。そう言うとルイさんは今度こそお別れだと手をひらひらと振ってくれた。僕はペコリとお辞儀すると今度こそかぐやたちの待つ日常へと向けて歩き出すのだった。みんな今日はありがとう。ごめんね、聖司君。結局役に立てなかったよ。すまん。後半はつい他のもんに夢中になっちまった。いや、その気持ちだけで嬉しいし、おかげでちょっと収穫もあったから次はもっと掘り下げたところを調べられると思うよ。お前が満足したなら冷やかしに来た甲斐があったというものだな。うん、また調べる時にも冷やかし大歓迎だよ。実際楽しかったしね。
ルイさんと会うまでは良かったものの、その後は僕もついつい空気に負けて漫画へ手を伸ばしたりと、みんなと一緒に図書館を堪能してしまった。気がつけばもうすぐ閉館時間というところまで居座ってしまったので、今日はここいらで解散となった。こんなんでよければいつでも手伝うわよ。私母、それは頼もしいよ。も。それじゃあ帰ろっか。たまにはこういう場所もいいわね。よし、どちらがより音を立てずに図書館を出れるか勝負だ。どういうことよ。いいね、負けないぜ。私もやる。みんなの解散の合図でそれぞれが静かに帰ろうと図書館を後にする。さてと、僕もこれを片付けたら帰るか。かぐやが大量に持ってきた新聞の束を棚へと戻すべく、僕は無造作に散乱しているそれをつかみ並べていく。かぐやを助手に任命したのは正解だったのか。あれから精神的に僕の手伝いをしてくれていた。そのおかげもあって気になる記事をいくつか発見できたし、後日改めてしっかりと整理しておきたいところだ。よし、これで最後の新聞を手に取った瞬間。ぬちゃりといった嫌な音とともに手に気持ち悪い感触が広がる。手のひらを見てみると、ぐっちょりと赤黒い液体が付着してしまっていた。なんだこれ？この紙のせいか？よく見ると、新聞の一つに赤黒い紙がひっついており、それが原因のようだった。僕は何の心の準備もせず、本当に無防備にひっついていた紙をペラリとめくる。次の瞬間、そんな不要な行為をしたことを僕は心底後悔した。お前を見ているぞ。これ以上深入りすれば、待つのは死より辛き死なり。それはどこかのドラマで見たことがある。いや、その手法を使ったあまりに不気味な脅迫文だった。僕を見ているだって？その単語を脳が理解した瞬間にぞわりと全身の毛が逆立ち、背筋に冷たいものが走る。思わず周囲を確認するも、すでにそこに人の気配はなく、僕だけがその場に残っていた。いや、確かに気配はないはずなのに、なぜか僕を見る視線だけが感じられた。何を考えてるんだ、僕は。自分のバカな妄想を否定するように、そしてその恐怖を振り払うように独り言をつぶやき、ブンブンと首を振る。しかしこれは明らかに僕へ向けた警告。そんな都合よく入るってことは確実に犯人はこの中にいるパターンやん。な。それこそ一番怪しいのはミーナあたりなんだよな。けどくれぐれも気をつけるとええ。君が思うより君が求める真実は深い闇の中に潜んどるかもしれへんからな。僕はそれを見ながら、そんなルイさんの言葉が思い出され、脳裏を過ぎる。この村でかつて起きた凄惨な殺人事件。集団失踪事件に伝染病。小さな村にこれだけのことが連続で起こるなんてことあり得るのか？それはあまりに得意で人知を超えた何かの存在を感じてしまう。何を考えてるんだ、僕は。バカバカしい。そんなバカなことはありえない。そもそも僕が母のことを調べ出してそこまで時間は経っていないのだ。
それなのにまるで僕の行動や考え、その全てが見透かされているかのような錯覚を覚えていた。きっとそれはただ僕が怯えているだけの被害妄想だ。この不気味な脅迫文がなければそう思っていただろう。この村には何か秘密がある。数々の不気味な事件、それらはどれもバラバラであり、すべて謎を一つにつなげる、そんな事実がある。真実がある。きっとそれらはすべてが一つにつながっていて、その秘密の先にきっと僕の求める答えがある。この先に手がかりがきっとある。やはり母の死につながる何かは確実に存在して、僕は今日母の死につながる大きな謎へと一歩近づいたということを確信する。けれどその道は決して進んではいけないもの。その先には僕の想像をはるかに超えた何かがある。進むべきか戻るべきか。もしかするとそれは僕が考えているよりずっと重要なのかもしれない。母さん、僕は生まれて初めて受ける他人からの明確な殺意。僕はそのえも言われぬ不気味な恐ろしさに震えながらしばしの間どうしていいか分からず立ち尽くしてしまうのだった。